どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。ハバリザ牛久ボアジャンボー何インドネシア語でも喋ってるあんた。今のスワヒリ語です。スワヒリ語か、惜しかったな。今日からさインターナショナルチャンネルに変わっていくわけだからさ。変わっていかねえだろ。何の予告があってそんな急に変わっていくんだ。なんて言ったの今。皆さんこんばんは。こんにちは。一人で会話するんでしょ。はい、ということで、はい、今回やっていく企画はこちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。睡眠浅すぎ。傷ついてるね。傷つきだからこれ。最低じゃんこいつじゃん。傷グリグリしてんの。私が睡眠浅いの気にしてんのにさ、やってんのね。こうやって言ってくる。やばこいつ。やばいやつだ。ということで今回こちらです。なんか書き損じた形跡がすごいあるんですけど。一コマだぞ。てんてれれんて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 ん。今回やっていく企画はこちら。5分1コマリレー漫画で3時間対決。まあ、てなわけでもう交換したくてたまらない人たちじゃん。確かに最近やたら交換してるの。リレー漫画の夏目さんちにおける起源知ってます？この伝説のこの桃太郎さん。桃太郎の前に1個あるの知ってますか？なんだっけ？アトランティスがあるんですよ。アトランティスか。あれが1分1コマリレー漫画対決とか言ってたんです。1分もうこのぐらいの紙にバーって適当に書いたやつをさやが全部書き直してくれたっていう挿絵みたいにっていうやつが優しい。確かに優しい。優しいよね。5年前の先生。でも最近夏目さんち7周年を迎えました。いやそうですよ。で過去にやった1分1コマリレー漫画って、当時はだから漫画とか言ったけど漫画してなかったじゃん。まあどっちかって紙芝居に近かったよねあれはね。そんな感じでやるけど、今回は漫画って振りがあるんですよ大体。そうね。どんぐりコロコロどんぐりこ。あれ向こうからどんぐりが落ちてきたぞが振りなんだよ。待ってどんぐりが。そしたら次それを受けるコマがあるわけじゃん。どんぐりが転がってきたと思ったら犬だったみたいな、まあそのカスだけど今のね振りがあって、どんぐりみたいなのが転がってきたと思ったら近づいてきた犬でしたがある。でこれを繰り返していくのが漫画なわけよ。あそうだね。2人でやったら振りと受けやらざるを得ないんじゃねっていう。確かにてか一方的に振り続ける側と一方的に受け続ける側が存在しちゃう。でもそうじゃん。漫画ってやんなきゃいけないのは、振りがあって受けるじゃん。受けは振りも兼ねなきゃいけないんだよ。会話ってそうじゃん。僕がさやに発したらさやはそれを返すじゃん僕に。それを5分でやれとあなたおっしゃってるの。だからそれを1コマ単位でやってったらもしかしたら漫画としてすごいいいトレーニングになるんじゃないかっていうこじつけ版を考えました。だいぶ長々と。まあでもなんかこれは漫画を描く練習としては楽しいんじゃないっていうのも兼ねてね。で今回はそれを5分1コマでしっかりセリフは入れましょうよと。そうですね。感じです。絵はもう本当にラフな入ると思う。でどんな物語ができちゃうのかと。もしくはできないのかと。それではやっていきたいと思えよ。乗ってこいよ。さあではやっていくんですが、今回は iPad で5分経ったらこうチェンジしていくみたいな。でお互いもし5分も経たずに1コマ終わったぞみたいなのがあればチェンジしちゃっていい。そうね。とにかくコマ数とページ数が多い方がいろいろ展開できるから。確かに。だから3時間の中でどれだけ書けるかという。そういうことですね。着地ができるのか否かみたいな問題もある。これちなみにテーマはないよ。テーマはなしでいきなり始めていいってことでしょ。そう。僕の方もさやの方も突拍子もない1コマ目から始めていいわけだ。そういうこと。すごい嫌そう。最初の方のコマはでも輪投げみたいなもんだから。本当に何でもいい。ポーンって投げちゃう。入っても入んなくていいんだから。狙わなくていいんだから。いきます。よーいスタート。でもどうしようかな。悩みはしたいね。一旦悩みたい。ゲンさんに何を書かせたいかがポイントなんだよ。確かに。こういう企画じゃないとゲンさんが男の子を書いてくれないので、男の子の出現をねさせます。はてぶち抜き。待って同じことしようとしてた。私も今こうやって入れようとした。このコマつきすぎでしょ。いやわかる。このコマ鋼の錬金術師での読み切りで見て以来です。かっこいいんだよ。かっこいいんだよ。いやもうね、私が読みたいものをゲンさんに書かせる、誘導させるっていうことだけに徹しようと思って決めました。決めました。まずここに飛び出してありますのはショートパンツの少年です。ゲンさんの各男の子が好きな、夏目さんちリスナーの方はちょっと私に感謝してほしい。ゲンさんにこれを書かせるために頑張るんで。でもね私ねこの丈のズボンはね実はそんなに好きじゃないんで、私はちょっとこの丈のズボンよりこの丈ぐらいの方が好きなんだよね。終わった。早っ。まあ序盤だからまだ何にも起きないから。
いやそうだよ。もう別にここはもうほんと砲丸投げと一緒だからどれだけ勢いよく重たいものを投げられるかが勝負だからこれは。いやまだそんなに重たいもん投げ、いやもう投げたかもしれない。よし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 、いいね、いいセリフだ。あーまた四角から始めちゃった。でも連載の一番最初四角ありがちだからな。よし、オッケーでーす。オッケー、はいじゃあチェンジしましょチェンジ。太さ変えてないのにさ、なんでこんなに太さ変わんのここ太さ調整のとこなんだよ、触ってないよね、うん私。黙り黙り。黙り黙りのカイジャリ水魚の雲行松水行松。水クーネルところの住むところ。水餃子はうまいところ、あ、かけよ。右の鼻の奥が痛いところ、右の鼻の奥が痛いのし。痛い主。どうしたの？暇なの？あと2分なりきり。おなーり。やばい。やばい、笑い声が悪役になっていく。どんどんこの企画やばい。心を失ってしまいそそう。ほんと。あ、パパ、あと30秒よ。あと何秒？あと20秒。いや、違う、終わった。終わった。 5分は経った。はい、交代。男の子書くと思った？やばい。煽られた。煽られた。なんでめっちゃファンタジーになった。俺もファンタジーのつもりじゃなかったのにこれ。現代の秘境と呼ばれる場所に行こうという話だったのに。クソ。この流れだったら私まだ絶対に君が新しいマスターって言ってる彼の顔は出したくないんだけど、こんな感じのキャラをゲンさんに描いてほしいっていうのを先に指定しないといけないので、そうそうそう。ちょっとここでちょっと一回もう顔出させちゃいますね。すみませんね。先手取らなきゃいけないんで。これ一応対決だから。そう、戦いだからこれは。お互いの話に乗っ取りたいけど。いや、そう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 。嘘、早っ、待って。書き込むのもないの。今回のしかない。もう楽しいな。一コマって責任なくて楽しいわ。うん。この物語が破綻してもいいという気持ちがあるから無茶ぶりができる。破綻してもいい。果たしてこれね3時間経つ頃には一体どんなカオスが生まれてるんだろうか。確かに。はい、いいよー。あいいね。キャラデザが気に食わない。本当ですか。うん、でもこんな感じの子描いといてくれほしい。ちょっと待って、私のことふざけていい？嘘、俺がこんなに温めてんのに。うん。ギリ終わりました。はいはい。助けて。お地蔵さん。待って。遠慮がね。遠慮がね。ずっと遠慮がね。お互い全力で殴りかけて。俺は知らんって。お前がどうにかしろって。そういうパンチを繰り出し続けている。これでページまったいじゃまずい。俺の両親が今。私は両親に負けているのに、両親をかなぐり捨ててでもゲンさんに書かしたいと思っている。やめろよ。そう、ゲンさんのこの顔が読みたかったんだよ、私は。清書してもらおうか。もらおうかじゃない。何がやねん。ねえみんな。ねえじゃねこの可愛い可愛いお地蔵さんをさ、ゲンさんはどう料理してくれるんだい？え。姉さんまだ食材洗ってる最中。なんで料理してよ。はい。はい、交代。イエーイ。全然意味が今まで一番ひどい球投げてきたこいつ。トゲトゲに火まとったようなさ鉄球をさ、とりあえず投げといたから後で拾っといてくださいねって言ってきやがった。やべえこいつ。鮮度の鉄球投げ返した。鮮度フリング振ったわ。嘘。フルスイングで振ったけど今球に当たるかどうかの直前って感じ。おいやめろ。背景コマで一コマ使うな。大事わかるでも。いややばいやって全力フルスイング。バットも一緒に投げてるぐらいだね。やばいこの企画。かっこいいちひどいかもしれんこれ。うん。やばい5分過ぎた。終わった。終わってないけど終わった。なんか全然かけてないけど、はい。すごい、でも4ページ目だよ、ゲンさん。まるで漫画のよう。全然何も進んでないけど希望が5分じゃ何も思いつかないからさ、先延ばしにしすぎてて、うん何も始まってないっていう悪循環起きてる今。投げた距離がさ、遠すぎてさ、そうなんですいい感じの落としどころをお互いにミスりまくってるっていう。難しすぎる。大丈夫。ストーリーの記述師、夏目源による凄まじいクッキングスキルでね、きっとこの話はどちらも救っていただけるでしょう。いやもう救えないよもう。先生、先生頼みますよ。先生、お願いしますよ。先生オッケー。はい。あ、すごいストーリーなんか進めようとしてる。頑張ったね。え、すごいすごいすごい。でも私さっきからなんか、うんしょうんしょとかピエとかじゃない許しがたい。やばい。終わり。
どういうことどういうことこれ怖いんだけどどういうことわかんない。中にいっぱい人がいるってこと目とか口の中にうじょ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 っていっぱい誰かがいてすごい助けを求めてきてるっていう全然でかい何やねんこれもう頑張ったすごい頑張った5分でこのワードをさ確かに確かにオチをつけた私を褒めた方がいい。パスです。パスです。ひどいです。何？一番楽しいんじゃない？ゲンさん全然さ受けてないんだよね。なんかどっちかが投げたらどっちかが受けるっていうのがもう固定されちゃうんじゃないみたいな話をしたんだけど、いや違うよ、ちゃんとどっちも交互に入れなきゃいけないから一コマにどっちも入らなきゃとかって言ってながらさ、私にさ、バッティングセンターのさ、ボール排出する機械みたいになっちゃってるんだけど、でもそれはそれで必要な機能で、ね、ちなみにだけどこっちのさえも同じだからね、ほぼ。ということで、ね、これ今ね現時点で1時間半、経ちましたね。半分です。ここから折り返しですね。この子名前出てないよね、まだね。名前決めてないから出てこない、ね、めっちゃかっこいいんだけど。いや俺技名まで言わせたかったんだけど技名考える時間がかかったんだ。あー残念。じゃあさやさんの独画にかかっていただきましょう。なんか通じ合った。ゲンさんとずっとなんかさ、可愛いキモい可愛いキモいんだって殴り合って2つの話作ろうねとか言っていながら、完全にサイド A サイド B になりそうなりつつあるんだよね。いやわかんないだろまだ。ムカつくなこいつ。まとめにいかないとまずいよ。やばい、2時間以上かかりそう。俺の中だけだったらもう2ページで終わるのに。すごいかっこよ。どうすりゃいいの？もう3時間過ぎてるんだよ。もうここから出たい。私は好きにした。お前君たちも好きにしろ。ということで、はい、いやまあなんかもうなんだろうか、3時間で終わるつもりが、はい、いやちょっとこれなんか終わらせないとダメな感じがしてきて、投げっぱなしではあるんだけど、はい、もうちょっと投げっぱなしを少しでも回収しようねという気持ちで、ひたすら殴り合いを続けてたら、はい、4時間ぐらい何言ってるか分かんないと思うんですよ。はい、何言ってるか分からない。とりあえず総ページ数は18だね。16ページです。こっちは足したら34。足したらって発想がそもそもおかしいんだけども、はい、これは、審議ですね。今とりあえず企画は終わったわけなんですけど、はい、ここから反省会です。反省会しましょう。反省会しましょう。とりあえずどっちからいく？これ多分みんな途中見てないから何言ってんだこいつらって思ってると思うんだけど、順番に行こう。順番に行く。で多分途中で止める必要がある。そうそう、お互い頃合い見て本当に1コマずつやってるから、本当に1コマずつ5分前後でやってます。5分ぴったりだとなんかセリフ書ききれないとことか書いちゃったりしてるんだけど、まあおおよそほぼ全部5分で書いてます。はい、じゃあということで僕が開始した1コマ目の方からですね。これ僕スタート。秘境と呼ばれる場所がある。ここで合ってるのか？どっか来ました。はい。神々が舞い降りる地。それは千葉県南部の平野に突如現れた。ひょー、お地蔵さん。ピエ。もうちょっと不穏なんだよね。こんなふざけたなりをしているが油断はできん。なぜなら。おいしょおいしょ。高くて降りるね。まずい。かわいい。やだ、かわいいかわいいが過ぎる。連れて帰りたい。でも今回は捕獲依頼じゃなくて外神駆除。どうする俺。なんかこの外神駆除っていうね、なんか意味深なね、悪い神を駆除っていうワードを入れていました。で外神言うても害ある。これ可愛すぎるってくらい。全権撤回 100% 外神。助けていっぱいこうなんか、うぞうぞによく見てみたらなんか、中にいっぱいいたっていう。キモいよな、絶対。ちょっと怖い。めっちゃキモい。これ作画時間あったら結構キモいやつ。やべえやべえ。あれは目の中に女の子。よく見たらあれは同じゼミの谷原さん。あ、一年先輩、しいたけ派なんですね。私キクラゲ派。謎の思い出がね。なんで仕方ない、やるしかないか。ザなんだザさらし網パシャン。かっこいい。だからね、なんかね、ここちょっとさやと通じ合った。神をどうやって駆除するかと思ったんだけど、はい、そうね。外神駆除、それは人の信心や関心を利用するのが手っ取り早い。 SNS の時代には感謝している。人も神も落とすには燃やせばいい。うわやば、キモ、こんなん出会ったら終わりでしょう。自演オツ、可愛くない。こういうのほんと嫌い。いやー、キモい、寒いわ。ひどい言葉がいっぱい。インターネットの陰湿で最低な罵詈雑言を食らいやがれ。ケロリ。今お前俺を可愛いと思っただろう。
我はお地蔵さん。人間のあらゆる不幸の身代わりとなる存在。やべえ、こいつ何言ってるか全然わかんねえ。これ本心ですね。はい。人の不幸は蜜の味。そんな言葉を持つ人間の身代わりはもう疲れた。だから今度はお前たちを身代わりにする。まずくもないんだな、これが。こういうの好きなんだよね。めっちゃ好きなんだよね、本ここからがこの技の真骨頂。谷原が見えた時、あいつのオーラも感じた。当。もうすぐのはずだ。来い。で、ここで一旦止めていただきたい。ああ、そうですね。これは。はい。そしてじゃあこっち側いきます。はい。君が新しいマスター？そうよ。あなたはこれから私の支配下。期間はジャスト7日間。そう、つまりその7日間とやらで君の進化先が決定する。ちなみに先に言っておきますけど、はい。進化先の伏線は回収されないです。だから絶対に私をホタテにしてくださいね。どういうことなんだろうね。俺もなんかよくわかんない。ちょっとここ切れそうだったよ私。僕も切れそうだった。ガヤ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 。学校ですね。はい。なるほどね。あいつが言ってたのはそういうことか。そうなの、お梅ちゃん。だから私今回のテスト絶対頑張んなきゃいけないの。あんた分かってんの？この中間の重要度。分かってるよ。ここがホタテに入る最後のチャンスなんだから。出た、急にホタテ。最特級立法か。ホタテね。いや、分かってないね。ホタテっつうのはエーペックスプレデターの集まりだよ。知ってます。なので私最終奥義で契約しちゃいました。契約ってまさかあいつと？今日からよろしくね。こちら私の家庭教師のウリエル様です。また変なのが。うわ、どっから現れた。ずっといたけど。そっか、お梅ちゃん見えない人だっけ。これだから四角形は四角形とは何なんでしょうね。ね。これも多分回収されない。頂点捕食者ね。あいつらは確かに討伐経験者だけど、所詮レベル1の外神とじゃれ合ってるに過ぎないから。分け知りやろう。分け知りやろうっていう雰囲気出したかっただけど、でもそんな頂点捕食者の一人がおのこの思い人なんですね。いや、お梅ちゃんそれは。っていうか今まさに現地入りしてんじゃね？現地入り？それってあのレベル4って噂のお地蔵さん？ほらほら、その人に会うためにもホタテにならないと。早速始めるよ。外神の体内にご招待。現場主義なんだ僕。ギュワーやばい。突然ギュゴゴゴってこうなんかヤバ能力のヤバ能力でワープみたいな。そうワームホールみたいな開いちゃってるシーンですね。この世界観何なんだ。一生何言ってるか分かんないけど、だって中間テストは外神の体内での1日はこっちの1分だから安心して OK だよ。いってらっしゃい。せっかく契約してくれたんだし、実技も筆記も同時にやる方がお得だよね。ホタテ吸い込まれました。柄にもなく恋のキューピッドになっちゃったな。恋もホタテも一発本番だね。何言ってんだって。ちょっとあんたおのこどこやったのよ。そりゃどっちの願いも叶う場所だよ。というわけでおのこちゃんが行った先とは、はい、とは何なのか。ここは出してくれ、出してくれ、出してくれ。本当に外神の体内？そう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 。しかも一田先輩。出会った。もうね、この辺からふざけてますね。ね。合流してますね。可愛すぎる。本当に外神かこいつ。そんな一田先輩に可愛いって言われちゃった。で、そんな場合じゃ先輩、この外神はレベル4なんです。油断しちゃダメですよ。先輩が死んじゃったら私この先どうしたら。ドクンコップ。この辺まで行くとして、はい。次覚えてますか皆さん、こっちの話。僕ちょっと忘れかけてましたけど今。はい。ここからがこの技の真骨頂。谷原が見見えた時、あいつのオーラも感じた。もうすぐのはずだ。来い。そうそう、言い忘れてたけど、おのちゃんと一緒にあれも送ってるんだ。ちょっと尺だけどね。ドクン。またウリボウに狩りが。ウリボウ。あいつの腹立たしいにやけ顔が目に浮かぶ。ポポポ。炎上拡散でインフルエンサーリポストです。かっこいい。この彼、ウリエル君フォロワー数100万人で、さっき投稿したポストをこいつが拡散してしまいました。こっちからこっちにウリエルが来たんだけど、インフルエンサーリポストをかまして、そうするとよりバリ雑言が集まって、新人消滅ドバーン。このお地蔵さんは消えてしまったのか。果たして新人消滅の内部では何が起きていたのか。消えろキモい最悪やめろ。もうバリ雑言が届いてしまって、何怖ー。ウリエル様、私何したらいいんですか。僕かわいい。消えろキモい迷惑帰れっていうのがいっぱい刺さってる。刺さってる。かわいそうに。めっちゃ可愛いですよ。これすごい、何の屈託もないおのこちゃんの一言で一生に一片の悔いなしと。
ぐちゃーなった僕たちもこの辺からね、何をやってるのかさっぱり分かってもう分からないさっぱり分かんなくなってる、そしてドパドバーからのービチャーそしてパあ、あ谷原で、そして片手になるのやめといたらそうしようかなもうねもうねオチがまとまらなすぎるからさやともアイコンタクトというか、もう最後はい終わらせたいよな終わらせるよなみたいなすごいもうなんかねお互いの示し合わせでこうなってしまう生まれましたね。すいませんなんと iPad を超えるといういやーおもろかっこいいひどい回でしたね。ひどかったね、これもまた迷える作これは品名いやいや迷いすぎだねこれ。まちょっと今回5分で1コマで交互だったから、でしかも2作品同時並行で交互にしながら交互に5分ずつ別の作品の1コマ書いていくわけじゃん。これ頭しっちゃかめっちゃかになっちゃって。本当に同じ話で書いてるからしっちゃかめっちゃかいや、それになったも途中からね、途中からそう世界観混ぜちゃったのも悪かった。悪かったけど、でも混ざったおかげで着地したとも言える。いやまあ確かこれ着地じゃない？違う。これ着地ではない。に結局ウリエル様って何だったんですか？君が書いたの？ウリエルさん、俺じゃないよ、ウリエル書いたの。ぜひウリエル様が何だったのかはコメント欄にどしどし募集しております。考察してほしいわ、この話。でもほら、一コマ交換するのやめといたら？そうしようかな。これ教訓話です。いや本当にマジで漫画を一コマ交換でやるべきではない。いや本当にやめときな。やめた方がいいよ。こうなっちゃうから本当に4時間になっちゃうから。 4時間書いてもつかみどころのない話が一つ生まれました。はい、おめでとうございます。これは夏目さん史上過去一ひどい話だったでさ、はいこの動画が出るタイミングが悪いんだけど、告知あるんだ。すごい聞いてくれよ。聞いてくれよ。この流れでさ、みんな告知聞いてくれる？だって我々昇進なんだよ今こんな。夏目さんちのワッフルが出ます。ありがとうございます。この動画になぜ合わさってしまった。これは大事故。みんなも頭がおかしくなってると思うんですよ、やばい話を読んだなと思ったら、突然最後になんか謎の告知されるんですけど、はい、でもまあ甘いものでも食べてさあちょっと脳みそ回復しなよ。かわいいパッケージのそうなんです夏目さんち What's フルフルさんちっていう。しかもね規模感がすごいんですけど、全国各地のイトーヨーカドーヨークベニマルとかヨーカドーネット通販とかでなんと販売予定ですね。全国夏目さんち全国です。いやー、そうなんですよ。すごいですね、とてもすごいです。なんと今回ですねこのワッフル自体が味が4種類ありまして、いちご味、チョコ味、プレーン、キャラメル。はい。ちょっと食べますか、せっかくなんで。いいんですか？わけわかんないことしすぎてさ、脳が疲れてる。いや脳疲れ切ってるでしょ。食べるわ。いただきます。うまい。甘い。お砂糖がシャリシャリしてうまい。中にねちょっとシャリッとしたお砂糖が入ってる、お砂糖めっちゃ増やしてくださいって言った。甘いのが食べたいですっていう、ヨーカドーさんから、夏目さんちのパッケージのお菓子作れませんかっていうね、なんかすごい素敵なお誘いを急にいただいて、しかもですね今回ワッフルがそれぞれ2個ずつセットで販売になるんですけど、それぞれオリジナル巾着がついた状態で販売されるっていう。全部書き下ろしやったなのでこの漫画とは全く関係ない絵がこれからご紹介されます。はい、いきますプレーンはこちら。ででーん、かわいいかわいい。はい、巾着なのでこういう感じです、はい、これねプレーンが2つこうやって入ってこうやって販売されております。そうなんです。とても可愛いワッフル最後書き下ろしたキービジュアルですね。そしてこちらキャラメル味はドンとじゃじゃん、ゲンさんの書き下ろし。はい、僕の思いっきりなんかもうワッフルって感じで、ワッフルって感じの女の子ね、めっちゃ可愛い。そしてちょっとおふざけ巾着が2種類ありまして、もう同時にいきますかね。チョコとイチゴいきます、せーの、ドン。チョコは弱き心、夏目はいちご味にこれに入って販売されます。価格は今こちらに出てると思いますけども、
はいこちらで販売されますので、ぜひぜひ皆さんお近くのお店でチェックしてみてください。なんか嬉しいよね、はい、めっちゃ嬉しい。全国突然のねはいこんな感じでこんなカオスな漫画が出た後ですけどはい、こんな可愛いものも出ますので、はいよかったらおやつぜにひお茶のお供とかね。そうそうそう、ちょっぜひぜひとカバンにねこれだけ忍ばせていただいて、なんかねワッフル食べ終わった後はなんか適当なうん入れ物に、飴ちゃんとか入れてそうもらってお菓子袋にしていただいてもいいですし、そう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 、はい歯磨き粉とか入れてもらってもこうなかなか入れないのでぜひお使いいただければと思います、はいこちらの漫画とは全く関係のないワッフルの告知でした。それでは最後にこちらのイラストのタイムラプスをご覧ください。どうぞ。ホタテになるのはやめといたらそうしようかなでもワッフルは食べてみようかな。そうしようかな近年稀に見るクソ告知。導入下手すぎんかいや本当にね素晴らしく嬉しいことなんですよこいれは。やそう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 、はたまたまタイミングがなんかこう、ねこんな動画にねいやこんな動画になると思ってなかったよ僕たちも。こんななんかカオスな漫画になると思ってなかった。うん本当だよね。まあそんなこんなで、はい、というわけでワッフルがねテーマの夏目さんちのイラストをねさやさんが今、はい、こそこそ塗ってるわけいやめっなんですけど、ちゃ可愛いですよこれ。いやそうなんかちょっとどうしようかなと思って、はいはいはいでなんかこういろいろねすごい、うんなんかね今回6パターンぐらい結構構図考えてたんだけど、その中で勝ち抜いたのがこちらです。いやてかさなんかはいこれなんかこんなこと言っちゃうとあれなんだけどさ、うんこの絵巾着にしかないんだよね。あそうだいやね。マジでもったいないなってぐらい。いやもったいないっていうのも変な言い方なんだけどだから皆さんぜひこめのっちゃ動画可愛いんだよねそう目をワッフルにしてね、たくさん見ていただければと見思いえてるのかな、ますね。いやすごい可愛いのよ。だからなんかさ、隙を見てねなんかこの巾着以外にも登場したら嬉しいなとか思いつつまあまあそんなことは置いといてはいまあはいこんなわけでメイド夏目さんちと羊玄ちゃんですね、うんメイド夏目さんちメイド玄ちゃんにすればよかったがそうじゃんミスっ残念でしたすごいなんかかっこつけちゃったわ。そうゲンさん普通の感じだもんね。ねそうそう結構すごい羊なんかかっこよ、うんかっこつけちゃってるわ。しそうでなんかかもメイドのさやさんもなんかうんねこの絵が出る前だったらなそうだメイドもうすごい現実になっちゃう描いたから現実になっちゃったんじゃないのあそういうことそういう能力だった。そういうことというわはけでゲンさんのい。なんかラフも映ってましたね今ね。なんかねはいすごいねなんサラサラっとかこう思考の流れが見えてましたね。なんか珍しくなんかこうもう勢いでうんまあいつものことか。いやでもなんかいつもよりもさらにうん勢いでやってみようかなということで、いやそうなんかねゲンさんがね、はいなんかすごい、うんなんだろうちょっと肩の力いい意味で肩の力を抜いてうん楽しそうに描いてるのはね今でも覚えてますよこれそうさこれねしかもなんか、よしお仕事の絵を描くぞっていう感じで描いてるんじゃなくて、そうそう普通になんか雑談しながらリビングのテーブルでそう描き始め描き終えた絵ですね、うん多分ねこれ。だからなんかねすごくなんかそうでしたね楽しそうだったよゲンさそうんこれ描いてる時多分とか言ってるのがうんなぜかというと、いや僕すんごい前なんですよねこの絵描いたの。そうなんですね。マジですごい前じゃないこれなんか7ヶ月ぐらい前じゃないこの絵描いたの。いやそうね私友達と、USJ 行くはいはいはい前々日ぐらいだったのだけ覚えてますね。いやでもねやっと皆さんのところにこうワッフルとして届くということで、はい非常に楽しみです、ね最後にねこう目の形が気に食わなかったんでしょうね。すごいなんかちょっと変えてますねねトゥルトゥルトゥルって色が変わってくると楽しいねこれ。ちょっと描いてるのが何にもの1回目のキービジュアルと似た時期に描いてるので、絵の雰囲気が似てますね。確かに。とさあいうわけで完成。このいやワッフルかわいいめっちゃ美味しそうじゃない？めっちゃ可愛い。いめっちゃ美味しそうじゃない？やいい。イエーイこれが巾着になるよー。ぜひ皆さん全国のお店でチェックしてみてください。味もめっちゃ美味しいんでね。いや美味しかったですねうん。わがまま言いまくって甘くしました。シャリシャリ。そうなんかもうちょいもうシャリもうシャリちょいもうワンシャリいけますかそうこれ限界ですねみたいな。そう限界にシャリに挑みましたので、はいぜひこのシャリを手に入れてみてください。そして巾着をギュッと縛ってナピメと弱気の顔もギュッとしてください。シュワクチャ